はいどうも、ピバです。今日の動画は久しぶり曲面ガラスのボトルアクアリウム。今我が家にあって水草とか生態が入っているものは3つ。全部ジェックスさんの製品なんですけど、ぽってりした形のティア、まん丸のスフィア、縦長のキャンドル。全部水量4リットル程度のホームセンターとかでも買いやすいメジャーな曲面ガラスのガラス容器。今回はこれからの寒い季節に向けてヒーターを設置しようかと思うんですけど、この曲面ガラスのボトルアクアリウムにどんなヒーターが合うのか、そのあたりを中心に紹介しつつ、我が家にあるこの3つのボトルアクアリウムを紹介していきたいと思います。特に右端のちょっと異彩を放ってるあいつ、これ見て気になる人もいると思うので、後ほど紹介したいと思います。今3つ画面越しで見ても若干汚いのわかると思います。水が入ってるのはこの2つ。右端はここまでしか水がないんですけど、まずこちらの2つガラス面の掃除したいと思います。そうそう、もしかしたらこの LED ライト気になる人もいると思うんですけど、左からジェックスリーフグロー、ジェントス育つライト、水作の木漏れ日、ボトルアクアリウムにはぴったりの光量のデザインもいいライトです。この3つの LED ライトはそれぞれ特徴もあって、過去にこの3つの LED ライトを比較したレビュー動画あります。気になる方は下の動画説明欄からチェックしてみてください。では簡単にガラスを掃除していきたいんですが、曲面ガラスのメンテナンスツールといえばジェックスさんのマグフィットフロートラウンド。ジェックスさんはガラス容器からメンテナンス用品までワンストップというかまるっと提供してくれる。うまいですよね。いや別にジェックスさんから賄賂をもらってるわけじゃないんですけど、こういったメンテナンスツールも用意してくれるところはユーザーにとってもすごい嬉しい。これ使ったことないっていう人もいると思うので、簡単に使い方紹介。このスポンジ部分が2つに分離するんですけど、なんと磁石でくっつきます。そしてこのスポンジをボトルの中に入れて、こちらの白い取っ手をガラス容器に近づけると中のスポンジが磁石で吸い寄せられます。あとはこれをガラス容器の外側からスライドさせて汚れを落とします。磁石の力で挟み込んでるだけなので頑固な苔とかは落とせないんですけど、発生したての柔らかい苔とかは十分落とせます。頑固な汚れはメラミンスポンジを使うことになるんですけど、こういった小さな水槽でしかも先細っているガラス容器、1点注意が必要で、手を入れるとめちゃめちゃ水位が上がります。容器の上に行くほど水面の面積が狭まるので、想像以上に水位がガッと上がります。なのでメラミンスポンジを持って水槽の中に手を突っ込むと一気に水が上昇して溢れてしまう。水槽に手を入れることなく掃除のできるマグフィットフロートラウンドはそういった点でも安心して掃除することができます。じゃああとは汚れを落とすだけなので、これは動画の裏でちゃちゃっとやっちゃいます。はい、それではガラスの掃除が完了しました。ついでに水替えも行ったのでかなり透き通ったと思います。画面越しだとちょっとわからないかもしれない。水草からは気泡が出てますね。それではまず今回の本題であるこういった曲面のガラスにどんなヒーターを設置できるか紹介をしていきます。まずこういった4リットルくらいの水量のボトルアクアに使えるヒーターには大抵適用水量が書いてあるので、それを参考にすれば大体は OK なんですけど、探しづらい人は小型オートヒーターとかベタ用ヒーターとかで探すと水量4リットル程度のヒーターが出てきます。購入の際は商品説明読んでちゃんと水量が合っているかどうか確認をしてください。ちなみに金魚用とかだと設定温度が低い場合があります。26度ぐらいまで温められるヒーターを探します。そしてヒーターの形状にも若干注意が必要です。ビバークアお気に入りの日総プロテクトオートスーパーミニ、こちらとってもスリムなヒーターなんですけど、見てわかる通り縦に長いです。裏面には吸盤が2つついてるんですけど、実はこの吸盤が曲面のガラスだと使えません。どうしてもガラスが曲面になっているので、こういった長い棒状のものは隙間ができちゃうんですよね。なので吸盤をつけることはできないので、そのままポチャンと入れておくだけになります。そしてもう一つ厄介なのが、これらのガラス容器、高さがあまりありません。せいぜい20センチぐらいなんですけど、ソイルとか入れてヒーターを入れるとそれだけで結構水面ギリギリまで来ちゃいます。こちらも水面から飛び出すぐらいですね。これだと水が蒸発したらすぐにヒーターが水面に露出しちゃいます。なのでこういった縦に長いヒーターは選ばない方がいいです。横向きに設置すればいいんですけど、横向きでもやっぱり隙間ができちゃいますし、コードが硬い場合はどうしても横向きで設置することができなくなります。
おそらくこういった曲面のガラス容器で一番使いやすいのはエバリスのミニヒーター。これは安全性の面からも評判が高いです。あとはジェックスのベタ用ヒーターとか、そういったものも選択肢に入ると思います。高さがなくてコンパクトなので、高さがない水槽でもしっかりと水中に設置ができます。吸盤がつくかどうかはガラスのカーブがきついものだとちょっと厳しいかもしれません。小型水槽にこういったシートタイプのヒーター使ってる方もいると思います。ただこのシートタイプのヒーターは曲面ガラスの水槽とはちょっと相性が悪いです。曲面ガラスのガラス容器は底面積がこのぐらいしかないので、それ以外のガラス容器が設置していない部分、ここがいくら温めても空気中に熱が逃げてしまいます。温められた空気は上に上がっていくので、どんどん冷たい空気と暖かい空気が循環して常にヒーターが作動した状態になります。電気代もかかるし、熱効率もすごい悪いので、曲面のガラスにはシートタイプのヒーターはあまりおすすめしません。こういった四角いタイプの水槽だと底面積が広い分、シートヒーターと接する面も広いので、こちらは比較的効率的に水を温めることができると思います。シートヒーターを使うことで水槽の中にヒーターを入れる必要がなくなるので、検討する価値はあると思います。ぶっちゃけこういった曲面ガラスのヒーターは選択肢が少ないのが現状です。個人的にはなんか球体のヒーターとか出たらすごい設置しやすいかなと思うんですけど、さすがに奇抜すぎますかね。今回はこちらのメダカのいる水槽にヒーターを設置したいと思っていて、使うヒーターは先日も紹介したこちら Amazon で買った中華製のヒーター。安全性は保証できないのでご利用は自己責任っていう感じなんですけど、これだと高さもないし吸盤が一つで曲面のガラスでも設置がしやすいです。これを水槽に入れて、バッチリですね。曲面のガラスは光の屈折で容器の左右に物を設置するとそれが見えなくなります。曲面のガラス容器のいいところ、横から見るとここに設置しています。これならスフィアでも使いやすいですね。それでは最後に今回映像に出てる3つのボトルアクアリウム紹介をしていきます。まずはこちらのティア。実は中には生態は入っていません。中に入っているのはピグミーチェーンサジタリア1種類だけ。60センチ水槽をリセットした時にこの水草どうしようかなと思ってたんですけど、捨てるのはさすがにもったいない。でも植える場所はなかったのでこのボトルに適当に植えていたところ、現在順調に株がどんどん増えています。せっかくなので状態よく飼育したいなと思って現在は CO2 を添加しています。そしてこちらのスフィアは魚はメダカが4匹入っています。水草はポゴステモンヘルフェリーとポゴステモンデカネンシス、そしてニムファミクランサ、3種類の水草が入っています。ポゴステモンデカネンシスがすごいボリュームあるので曲面ガラスの拡大効果と相まってすごく緑が豊かなボトルアクアリウムに見えます。ちなみにスフィアなんですけど開口部がすごい狭いので手を入れづらいんですよね。あと切り口がちょっとエッジがあるのでぶつけたら痛いです。もしこういう球状のガラス容器探してる人はスフィアじゃなくて別の容器を探した方がいいかもしれません。特にこの開口部はメンテナンスのしやすさに直結するのでなるべく広い容器を探した方がいいです。そして3つ目、キャンドルに植えられているのはニューラージュパールグラス。見ての通り水はめっちゃ少なくて水位がここまでしかありません。水上用みたいな感じで管理をしているボトルです。中央に植えてるモアイはメルカリで買ったモルタル製のものなんですけど、このニューラージュパールグラスがどんどん成長してどのくらいモアイを埋め尽くすか、そんなくだらないことをやってるボトルアクアです。というわけで今回は曲面ガラスを使ったボトルアクアリウム用のヒーターについて動画にしてみました。ヒーター選びのポイントとしてはこういった縦長のタイプは選ばない方が無難です。どうしても容器が狭いのですぐ水中から出てしまう。あとは曲面ガラスだと吸盤がくっつけられない。こういったガラス容器にヒーターを設置する場合は背の低いヒーターを選んだ方が無難です。アクアリウムメーカーさんはぜひこういった小さな水槽にも設置しやすい小型で吸盤もつけやすいヒーターよろしくお願いします。個人的には球状のボールタイプの吸盤が1つついたもの使いやすいんじゃないかなと思います。というわけで今回の動画は以上です。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。